皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている人へ向けたチャンネルです。皆さんは最近どこかへ出かけましたか？旅行でもちょっとした出張でもいいです。その帰り道にお土産買いましたか？はい。今日のテーマは日本のお土産文化です。海外の友達にこの話をすると、なんで日本人はあんなに必死にお土産を買うんだと不思議がられることがよくあります。確かに日本と海外だとお土産に対する感覚ってちょっと違うのかなと思います。そこで今日は日本人にとってのお土産って何なのというお話をしようと思います。まず最初に整理しておきたいのが言葉の定義です。お土産という言葉について考えてみます。お土産は漢字で書くと土地の産物と書きますが、語源の一つには土産、つまり神社へのお参りの印という意味があると言われています。つまり、日本の文化におけるお土産は、最初から誰かに分かち合うことが前提になっているんです。自分一人だけいい思いをしてすみませんというちょっとした申し訳なさと、皆さんもどうぞというお裾分けの精神。これが混ざり合っているのが面白いところですよね。では、なぜこれほどまでにお土産文化が根付いたのか。歴史を遡ると、江戸時代のお伊勢参りに行き着きます。当時、旅行は今みたいに気軽なものじゃありませんでした。庶民にとっては一生に一度のビッグイベント。そしてお金もかかる。そこで当時の人々が考えたのがこうというシステムです。村のみんなでお金を出し合って代表者一人をお伊勢参りに送り出すシステムです。選ばれた代表者は村のみんなの祈りを背負って伊勢へ行く。そして帰りに村のみんなへ無事にお参りしてきましたよという証拠として縁起物やお札を持ち帰っていたそうです。これがお土産の原型だと言われています。つまりお土産を買うことはコミュニティへの報告義務だったんです。現代の私たちが有給休暇を取って、例えばハワイに行った後に休ませてくれてありがとうございますとマカダミアナッツを配るのも実は江戸時代の村のシステムから来ているのかもしれないです。さて、ここからは日本人にとってお土産ってどういうものなのかというお話をしていきたいと思います。まず、お土産を渡す場面というと、会社が多いんじゃないかなと思います。日本では会社を休んで旅行に行った時、出張でどこかに行った時に一緒に働いている人へ向けてお土産を買う習慣があります。もうこれは半分義務みたいな感じです。今は休むのは権利という考えが
定着しつつありますけど、それでも休むとちょっと迷惑がかかりますよね。ご迷惑おかけしました。お詫びの印です。じゃないですけど、お裾分けとしてお土産を買っていきます。お菓子を買っていくことが多いですね。日本人的会社にお土産を買うときの気をつけることは、まず、たくさん入っていること。せっかくお土産を買ってきたのに、3個しか入っていなかったら、3人しか食べられないですよね。私も食べたかったのに食べられなかったという人が出ないように、なるべくたくさん入っているものを選びます。あと、もう一つ重要なのが、個包装であること。これはかなり大切です。個包装っていうのは一つずつパッケージされているお菓子のことですね。まず、配りやすいですよね。仕事中に食べることを考えると手が汚れないというのもありがたいポイントです。あと、個包装のものは賞味期限が長いものが多いので、好きなタイミングで食べることができるというのもありますね。でもこれは日本ならではだなと思うんですけど、お土産を配らずにご自由にお取りくださいみたいな感じで置いておくと、みんな遠慮して取らないんですよね。それで結構残っちゃったりしている場合もあります。特に私は部署の中で一番後輩なので、お土産が置いてあっても気を使って食べないことが多いです。ところで、日本にはどこへ行ってもその地方を代表する名物があります。名物は個人の好みとかをあまり気にせずに配ることができます。無難という言葉があります。危険がない、間違いがない。これといって特色はないが、また非難すべき点もないことという意味です。名物はお土産として無難なんですよね。例えば、北海道の白い恋人、京都の八つ橋、福岡の通りもんとかが有名ですね。日本人なら誰でも白い恋人をもらったら北海道に行ってきたんだなとわかるし、八つ橋をもらったら京都に行ったとわかると思います。あと、普通の定番のお菓子、キットカットとか、カントリーマームとかのご当地版がたくさんありますね。例えば、青森県はリンゴが人気なので、リンゴ味のキットカットが売っていたりとか、そういうところに注目してみるのも面白いかもしれません。会社の人だけじゃなくて、友達や家族にもお土産は買いますよね。ただ、友達や家族へのお土産には義務感はなくて、買いたい人に向けて買うって感じです。お菓子じゃなくて、T シャツとか、キーホルダーとか、いろいろな選択肢があります。日本人って本当にお土産をたくさん買うんですよね。皆さんディズニーランド知ってますよね。日本にも東京ディズニーランドがあります。実はこの東京ディズニーランド、
ディズニー最大の失敗と言われているそうなんです。東京ディズニーランドは世界のディズニーランドで唯一ディズニー社ではなくてオリエンタルランドという会社が運営しているパークです。その大きな理由はディズニー社は日本人がアメリカ人に比べてあまり食べ物、飲み物にお金を使わないので、東京ディズニーランドは儲からないんじゃないかと思っていたからだそうです。確かに日本人は飲食代にあまりお金を使いませんが、代わりにお土産をたくさん買うんですね。だから、オリエンタルランドは儲かっているけど、ディズニー社はその分のお金を逃してしまったんですね。面白いですよね。異文化理解って大切だなと思います。はい。あと、これは私が個人的に感じていることですが、最近は自分へのご褒美としてお土産を買う人が増えている気がします。誰かに配るためではなくて、自分が美味しいものを食べるため、自分の思い出のために何かを買ったりするんですよね。私もこの間韓国に行った時に自分用に靴を買いました。はい。ということで今日は日本のお土産文化についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？日本人のお土産に対する感覚伝わりましたかね？皆さんがもらって嬉しいお土産は何ですか？あと、皆さんの国のおすすめのお土産も知りたいので、ぜひコメント欄で教えてください。このお土産っていうテーマはね、リクエストでいただいたんですけど、皆さんもリクエストがあれば教えていただけたら嬉しいです。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。